このように打ち込んだりとかですね、していただいて誘導していただきます。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、衛星版簡単誘導トラップマンモス編をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、生物の挙動が建造物を避けるようになりました。これに伴いまして、なかなかトラップ誘導が難しくなっております。前回お伝えしたような蜂蜜を使うトラップっていうのもあるんですが、なかなか初期だとですね、蜂蜜を用意するのが難しいところでもありますので、今回はですね、蜂蜜を使わずに簡単に誘導してテイムできるトラップのご紹介となります。基本形はいろいろ応用ができるんですが、生物によって挙動であったりサイズが異なってきますので、今回は木材採取として重要なマンモス君のご紹介となります。簡易トラップの場合、人によって設置がなかなか難しいという方も出てくるかと思いますので、それに合わせて今回はローコストパターンと設置が簡単なパターン、そして残念ながら公式サーバーにいるテイム妨害に対しての対策できるトラップのご紹介となります。それぞれ状況に合わせて使い分けていただければと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、ローコストパターンのご紹介です。柱12本でできます。素材集めるのが大変な時期でも使えるトラップになっておりますので、ご活用いただければと思います。まず、柱を立てていただきます。その上に1本、間隔取りをしていきますので、横向きにして1段のところでいいです。後で回収しますので、このまま3つ貼ります。その後、縦に貼ります。横向けていただいて柱を貼ります。で、縦ですね。さらに3つですね。貼りまして、縦に貼ります。この状態で、この間隔は不要になるので拾っています。この状態ですね。3マスごとに離れた 3×3 の地方に柱が立っている状態ですね。それぞれ2本目を立てます。そして上のところに1本、それぞれ卍型というのか、この状態で立てていきます。これで捉えることができます。実践してみますね。マンモスが出た場合ですね。殴ってもいいですし、ボウガンとかで撃っていただければいいです。普通に入っていきますので、柱横向きで構えていただいて、ここにですね、置いていただく。この状態ですね。なんかおとなしかったんですけど、この状態で出ることはできません。という状態で暴れても出ることはできません。マンモスでかいんで、基本的に地形的にもよっぽどのところでない限りは設置することができます。ちょっと斜めのところ、少し高さを調整していただければと思います。あとはこのまま眠らせていただければ問題ないと。これで寝ましたね。続いてですね、簡単設置タイプのご紹介です。少しコストは上がりまして、こちら。後々ご紹介する防御も考えると、セラードアとか使っていただいた方がいいかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。こちらも最初は柱。セラードアの向きの関係があるので、入り口側から向いて柱を置きます。もう一本立てます。セラードアを角に置きます。これですね、向きを間違えると、セラードアの向きがこの向きになってくれないので、こう入るトラップの場合は、柱はそのままの向きで設置していただかないと、まっすぐ向いてくれないので、ご注意ください。この状態でですね、セラードアを逆向きに開けます。これで横は防げますので、この状態でここに壁を設置します。
では実践していきますね。このように打ち込んだりとかですね、していただいて誘導していただきます。次にですね、壁を構えていただいて、後ろ側に置きます。それで抜けることができません。あとはやっていただいてですね、眠らしていただきます。これですね、この柱1本で支えておりますので、この1個柱回収すると全部回収できます。最後にですね、妨害されるサーバーにいらっしゃる場合に、妨害対策としてテイムする場合のトラップのご紹介です。まず柱を1本立てます。次にもう1本ですね、上に置きます。これに関しては、今ご紹介した2種類、どちらでも利用は可能なんですが、今回はセラードアの方でいきますね。これで周りを囲うんですが、セラードアで壁を置く場合に、ここまでは壁を置けるんですが、この角だけですね、壁が置けません。支えがないっていう状態になります。ここに関しては土台判定を持たせるために柱を置いていただきます。上の柱なくても置けるんですけども、こちらで囲うわけなんですが、セラードア逆向きにしていただいて、開けていただくわけなんですけども、通常ですね、野生生物から囲う場合は、前後の面だけ壁で囲っていただければいいんですが、妨害の場合、上からも何かされる場合があるので、その場合にセラードアを閉じると完全に防げます。その上で、セラードア開けた状態だとここに壁が置けないので、先に壁を置いてしまいます。こっちもですね。この状態ですね。セラードアを開けます。これで横側は完全防備になってます。入り口と出口なんですが、ここを塞いでしまった場合、マンモスくん入ってきません。避けようとします。通行路がないので、なので、ここに関しては、一回ですね、避けていただいて、縦ぐらい置いといていただければ大丈夫です。この状態で置いておきます。まずこれで誘導していきますね。毛糸を買っていただいて、中に入ってくるまでは箱の中にいた方がちゃんと入ってきてくれます。このように入ってきてくれます。この状態でこっち側に回り込んで、ここに壁を張ります。まずこれで出れなくなるわけなんですが、こっちに誘導してですね、眠らせる前に生物を誘導しながら壁を張ってしまいます。こういう感じですね。でこっちに関しても壁を張ってしまいます。気をつけないと登っちゃいますんでね、ご気をつけいただければと思うんですが、一箇所だけ出入り口が必要になってしまうので、ここに関してはこの回転のやつを使います。これで完全に囲えるので、先に壁で囲ってしまえば囲えないっていうことがないので、この状態でマンモスくん背が高いんで頭を打っていただければ眠りますんで、眠らせます。もちろん柱トラップでもできます。この状態ですね。出入りはこっちでできますんで、外からでもインベントリーアクセスできるんですけどね。この状態で通常ですね、上開いておりますので、セラードを閉じていただく。すると完全に塞がった状態になりますので、開いているところがありません。これ体出てるんですが、レックスとかですね、噛まれてもダメージが入りません。今968になってるんですが、レックスですね、噛みされてもダメージは入りません。通常だったらね、巻き込まれてダメージ入ると思うんですが、本体中に入ってますんで、攻撃は当たらないということになります。インベントリーアクセスは外からでもできるようになっているので、一応回転ドアに一箇所しといていただければ中に入って与えることもできますので、どちらでも可能です。離れているところであれば、一回回収してもう一回置くっていうこともできますので、どちらでも可能です。回収できることによってですね、結構便利になりましたね。このトラップ、設置いっぱいしてるんですが、これもですね、この下の柱一箇所ですね。この柱回収すると全部回収できますので、2箇所回収するだけで全回収できますので、置きっぱなしにせずに回収しましょう。後置きにするので、ちょっと共通トラップとしては使えないんですが、誘導はかなり楽になりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、
簡単誘導トラップマンモス編のご紹介でした。これですね、基本ベースはいろいろ応用ができまして、使っていくことができるんですけども、各生物、サイズによってですね、いろいろ形を変えていかないといけないところがありますので、その辺ですね、また順を追ってですね、各生物ごとにご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また、この生物、先に出してほしいとかがあればですね、特殊テーマでないものであればですね、順番変えてですね、ご紹介していくこともできますので、ぜひコメントいただければと思います。一応次回はスピノを予定しております。大きい生物を先に作っていこうかと思っておりますので、ちなみにこのマンモスのトラップですね、柱トラップに関しては、ブロントサウルスでも捉えることができました。ちょっとガードの方まではテストしてないので、またブロントはブロントでご紹介しようかと思っております。特にマンモスとかは初期から必要な生物になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。